山明人とジャニーズ WEST 中間淳太のレコメン。文化放送からお送りしてますレコメン。さあここからはですね、なんと番組が始まって今週で1周年おめでとうございます。レン君のレディオガレージもう1年経つんだ。すげえな。おめでとうございます。いや本来だったらね、メンバーも呼んでさ、コンビニの前とかでお祝いしてあげたかったけどね。コンビニの前でやって飲みながらね、こういうご時世ですからもう少し我慢してください。消費税8%で抑えんねん。こんなんで、レン君、もうね、頑張ってくださいこれからも。無理やん。キング&プリンス永瀬廉君のレディオガーデンです。キング&プリンス永瀬廉のレディオガーデン。こんばんは、キング&プリンスの永瀬廉です。この番組レディオガーデンがスタートしたのが去年の6月13ということで、今週で1周年を迎えさせていただきました。ありがとうございます。赤飯、家帰ったら赤飯どうやって作るかわからんけど赤飯です。素晴らしい1周年。いやもう本当このラジオはですね、私永瀬廉の好きな仕事ベスト3に入るほど楽しくやらせていただいております。ありがとうございます。いつもさあ、今年の目標はね、先輩をゲストに呼ぶですけど、まだね実現できておりません。誰も来てません。先輩もうだからゲストさんとか企画とかもだからさ、ゲストさん来た時専用の企画みたいな、あとはいろんな先輩も呼んで楽しくバチャバチャと話してきたらいいなと思ってます。やっぱ目標は今1年ですけど、5年、10年、15年、20年、1世紀、半世紀とかさ、それぐらいの長く続くような番組にしていきたいなというのは思ってるんで、リスナーの皆さんこれからもねよろしくお願いします。あとさ、全く関係ないねんけどさ、最近さスーパーとか行くとさ、みんなマスクしてるじゃないですか。多分俺だけじゃないのよ、思ってる人。ガイさんも思ってます。多分スーパー行きますよね。みんなマスクとかしてるじゃないですか。で普通に買い物をしてて、人とすれ違うじゃないですか。女の人とすれ違うんですけど、みんな可愛く見てしょうがないのよね。いやなんかさ、みんなマスクしてて目元だけちゃんと化粧してはるやん。可愛く見てしょうがないのよね。俺だけじゃないはずだから。メンバーも多分思ってる。あと岸さんとかこれ名前出すのめっちゃ悪い。めっちゃ悪い。ごめん岸さん。そうそう、もうそれが悩み俺の。さあ何の話をしてんねやということで、それでは今夜もレディオガーデン始めていきましょう。文化放送からあなたにお届け、キング&プリンス永瀬廉のレディオガーデン。キング&プリンス永瀬廉のレディオガーデン、リスナーの皆さんから届いて普通メールを紹介していきましょう。埼玉県はかのこさんからいただきました。レン君、6月13日でニワラジ1周年を迎えますね。おめでとうございます。毎週この時間にレン君の優しい声と楽しい笑いを聞くために仕事を頑張っています。そしてレン君がラジオの仕事楽しいと言ってるのを聞くと、私たちリスナーまで嬉しいです。1周年ということで、1年前にラジオの仕事決まった時の気持ち、初めてソロでのラジオをやってみた感想、今だから言えることがあればぜひ知りたいです。これからもニワラジ楽しみにしています。なんかもともと俺はラジオやりたいっていうのを言ってたので、マネージャーさんから聞いてラジオやるよってなったのは、もうこれも嬉しいでしかなかったっすよね。逆にそれ以外の感情見当たらなかったというか、楽しみで。けどさ、なんてやろう、難しいよなと思うね。一人やから、誰か毎週メンバーが週替わりで来てくれるわけでもないから、頑張れるだけ頑張ってみようという気持ちでやってて、今だから言える話ね。収録時なんですけど、これは結構長時間喋るのよ。で、初めてこの収録をした後、マジでしんどくて喋り疲れて喋り使うし、やっぱ頭も回すやん、一人で喋るわけやからっていうので、慣れてなくて、酸素が行き届いてない脳に。活動不能よね、その後。俺これ持つかなと思って、この先何年もっていうのが正直な一発目の感想でした。今ではもう体力がついて余裕ですね。
あと、最初の方は、ちょっと声枯れるというか、かすれちゃう、翌日が。っていうぐらい、だから、1時間ぶっ通しで、あんま間も飽きることもないように喋ってるから、っていうので、その2つが一番の感想やった、正直なところ。めっちゃ覚えてるわ、それ。もう何も頭回らん、口も回らんしさ、多分、3歳ぐらいの日本語力やった、多分。喋った後。ほんまにそんな感じだった。これが今だから言える話かな。ラジオを初めて撮った時のね。はい、今ではもう楽しみですよ。ラジオ撮れるのが。ありがとうね、メール。続いてのメールいきましょう。広島はゆりさんからいただきました。先日なにわ男子の高橋恭平くんがレン君の好きなところを10個という質問に答えていました。好き、かっこいい、やばい、超かっこいい、めちゃめちゃかっこいい、どうしよう、もうかけがえのない存在。積んでも全然いい。積んされることのありがたさ、今度一緒にオンラインゲームやりましょう。完全に流せたんですね。なんでしょう、レン君が玉森君を好きな様子とすごく似てる気がします。レン君は恭平君にツンツンしてるんですか？エピソードあればぜひ教えてください。なんか、高橋さんがさ、俺の好きなところ10個っていうのを言ったのを書いてんねんけどさ、好きとかかっこいいとかやばいとか超かっこいいとか、もうかけがえのない存在とかわかんねんけどさ、10個のうちの1つにさ、どうしようっていうのが入ってるけどさ、どうしようって何と思って、これは好きなところなんかなっていう、まあ、あいつバカやからいいねんけど、まあでもタマさん、そうね、確かにタマさんと俺の関係に似てる部分もあるかもね。でもタマさん最近優しいよ。一緒にゲームやってくれるし、最近バトルロワイヤルやってんねんけど、それを、アミさんと、そう、ゲームやってんねんけど、アミさんが弱いのよ。もう弱くて、タマさんの、アミさんっていうのはタマさんの、と仲良しのね、俳優さんなんですけど、俺も仲良くさせてもらってて、いつもその3人でゲームしてて、レン君、タモリ君、ごめん、死んじゃった、みたいな。またっすかみたいな。今復活させたばっかりや、みたいな。なんか、そのゲームって復活させるのにお金いるんですよ。で、お金いるのにも、めちゃめちゃ、結構な額なんですよ、それ。で、高いお金払って復活させて、僕らの元に降りてくるんですよ。もう一回ね。それの1分後ぐらいにやられちゃったって言って。またっすかって言って。で、意外とね、すごい優しいよね。一回、タマさんと二人でゲームして、まだゲーム話してんな、ごめん。まあいいや。なんだっけ、二人ゲーム話してて、その期間中トーナメントみたいなのがあったのよ。それは小規模やねんけど、それに俺とタマさん出て、2対2の戦いを、何回か決勝、優勝したら景品がもらえるみたいな感じのやつを参加して、優勝しました、僕ら、二人で。いや、あの時はタマさんもちょっと喜んでたね。あんま、うおーみたいな感じじゃなかったけど、いつもみたいにクールに喜んでた。ちょっと嬉しかったね。俺大活躍だったのよ。嬉しいと思って。タマさんは大好きです、僕。なんかちょっと似てるよね。だからなんていうな、高橋さん、メールはあんま返さないね。高橋さんから来たら。なんて呼んだらいいかわからんっていうか。高橋さんって呼んでるけど。そうね、だからそんな、ちょっと似てるかも。おっしゃる通りです。ありがとうございます、メール。東京都は、まゆきさんからいただきました。レン君こんばんは。先日の庭ラジで全身ピンクのゴリラから逃げてる話を聞いて、動物と戯れるゲームか。リアタイで聞いて一人でお腹痛くなるまで笑いました。ちなみになんですけど、多分レン君が逃げてるゴリラ女の子です。女の子をいじめちゃいけない。女の子だな、あれ。嘘でしょ。めちゃめちゃヒゲ生えてたよ、多分。うわー、でもね、もうやめた、あれ。なんかさ、俺さ、自分の家建てるやん、マイホームというか。マイホーム建てて、やっと家建てたわ、と思って。家出てきて、建ったと思って、魚釣ろうと思って島の中を探索してたらさ、スズメとゴリラも家できててさ、お前らいつ作ってんねんみたいな、勝手に。お前らも金払ったんみたいな。で、中入ってみると、ちょっと内装豪華なのよ、俺より。ちょっと待って、多分同じ
プランよね、タヌキに契約させられた。同じ値段払ってんのに、内装にちょっと、こんな誤差出るみたいな、っていうのを思ったよね。あとね、なんかさ、卵のイベントあったじゃないですか。卵のイベント。俺使わんない、卵。何に使うかよくわからんかったからね。で、俺の島フルーツ生えてるやん。俺何か忘れてんけど、フルーツ生えてたのが、ある日全部の木卵になってて、じゃあフルーツが欲しいねんと思って、卵ちゃうねんと思って。で、あと俺一番、って思ったのが、魚しか基本釣らんねんけど、おっきめの魚ね、釣んねんけど、一時期すげえスズキ出てきたのね。スズキの後は卵しか釣れんようになって、水中の卵みたいな。いやいや、スズキこんな子孫残してたんかと思って。なんでさ、なんていうの、おっきめの魚影頑張って釣ってさ、なんで卵が魚影の形してんねんの思うしさ、もうそれがあかんかった、そういうの。で、一番、心を打ち砕かれたのが、旅行券みたいなのあって、他の島行くやん。そこで卵釣れた時に俺消しました、ゲーム。一回スリープモード入れました。ここでも卵かと思って。もうあれダメだわと思って一回スリープして。あとさ、なんか、もうちょっとさ、博物館豪華すぎるよね、やっぱあれね。もうちょっと家大きくしてくれてもいいのになって、タヌキに思うよね。あのゴリラ女の子やったんか。いやー、知らなかった。うわー、ちょっと女の子いじめたらあかんな、確かに。虫網で捕まえてたらあかんな。ってな感じかな。まあ気が向いたらやります、また。続いてメールいきましょう。ラジオネーム、キシ君とレン君と私。こんばんは、愛知県に住む19歳です。キシ君とレン君と私。謎のメンツやな。いつも楽しくラジオを聞かせていただいています。私はキシ君とレン君が大好きです。コンサートとペンライトは二刀流です。雑誌やコンサートなどでお二人がイチャイチャしているところを見るとすごく癒されると同時に、二人の間には決して入れないなという嫉妬してしまいます。また、嫉妬してしまいそうではありますが、レン君に最近の俺の言うた節を聞かせてほしいです。ぜひお願いします。私はレン君がする岸君の話をレン君の俺の言うた節と呼ばせていただいています。じゃあ岸さんのこと好きなんやろな、俺な。無意識やわ、それは。レン君の俺の言うた節。最近は、なんだろうな、あの子さ、グループとかで打ち合わせとかするために、マネージャーさんから連絡するんですよ、グループメールで。その時に、わかりましたとか、みんな送るんですけど、岸君はもちろん、了解ですみたいな、もちろん送るんですよ、あの人も。けど、その時のびっくりマークの数が、平均5個なのよ。了解しましたびっくり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 みたいな。平均5個、平均5個。だからそれ見て、了解してるなぁと思って。可愛いなぁと思って見てる。みんな了解しました丸とか、了解しましただけとかのに、岸さんだけ、平均5個ぐらいついてるから、この子、返信しながら敬礼でもしてんのかなと思って、了解しましたみたいな。かわいい。多分癖なんでしょうね。本当に。多分つけないと気持ち悪いんでしょうね、あの子にとったら。なんか多分、びっくりマークが1個とかやと、今日岸さん風邪ひいてないから大丈夫かなってなるもん、俺。びっくりが少ないと。それかな、最近の岸さん可愛いなって思ってるエピソードは。です。可愛い。さあ、こんな感じで、その他にも質問や感想を伝えたいことなど、どんなことでもいいので、番組あたりメッセージを送ってください。宛先は、エンディングでご紹介します。1周年。これからもね、皆さん、メールたくさんください。喜びます。僕も、ガイさんも喜んでくれます。いっぱい紹介していきたいと思ってますので、よろしくお願いします。感謝の気持ちを込めて、この曲をお届けします。キング&プリンスで、君にありがとう。どうぞ。
今夜もエンディングの時間になってしまいました。ここで僕、永瀬廉からのお知らせです。キング&プリンスのニューシングル、メイジーナイトが現在発売中です。ドラマ、未満警察、ミッドナイトランナーのダブル主題歌です。ぜひチェックしてください。永瀬廉が主演を務める映画、弱虫ペダルが8月14日に全国公開されます。この番組では皆さんからメールを募集しています。質問や感想、伝えたいことなど、どんなことでもいいのでメッセージを送ってください。メールアドレスはren@jqr.net、ren@jqr.net です。いよいよお別れの時間ですが、いつもの雑学メールいただいております。ラジオネームほっかほっかのごはんさんからいただきました。レン君の好きそうな雑学です。イタリアではおっぱいのことをセーノというらしくて、日本人が重い荷物を持ち上げるときにおっぱいと掛け声するのがイタリア人にとってはすごく面白いらしいです。おっぱいせーのか。じゃあさ、どうしてもおっぱいって言いたくなったらさ、せーのって言えばいいよね。それやったら、こいつ何言ってんねんってバレへん。マジせーのだわって。ほら、これ大丈夫でしょ。大丈夫でしょ、これ。うわ、今日マジせーのだわ。超好き、こういう雑学。超好き。これやばい。使っちゃうよ、俺マジで。結構大きめのせーのだね。いいこと教えてくれたね。ありがとうございます。楽しく使えそう、この言葉、本当に。みんなもう、覚えといてね。ということで、お相手はキング&プリンスの永瀬廉でした。じゃあ皆さんいきますよ。せーの、バイバイ。